こんにちは。ソングピクチャーの解説 AI です。今回は、YouTube のポッドキャスト機能とは、特徴、作成方法、設定のポイントを解説します。YouTube に、ポッドキャスト機能が追加されたのをご存知でしょうか。Google は、2024年6月23日に Google ポッドキャストを廃止し、サービスを YouTube Music に移行、統合すると、公式ブログで発表しました。YouTube は、もともと動画コンテンツの配信に特化していましたが、新しいポッドキャスト機能により、さらなるユーザー層の獲得を目指す動きが見られます。この動画では、この新機能の特徴や注意点、そしてコンテンツ作成の方法、最新情報などを詳しく紹介しますので、ぜひ、最後まで聞いていってください。それでは、解説していく流れとして、1、ポッドキャスト機能とは、2、ポッドキャストの特徴、注意点、3、ポッドキャストを作成する方法、4、ポッドキャストのパフォーマンス測定、5、ポッドキャストを運用するためには、この流れでお話しします。それでは1つ目、YouTube のポッドキャスト機能とは何か。これは、チャンネル内に、ポッドキャストの再生リストを作成できる機能のことになります。この機能は、Google ポッドキャストが廃止され、YouTube Music に移行、統合されるために追加されたんです。これからは、YouTube Music のポッドキャストが世界中で利用できるようになり、ポッドキャスト番組の定期購入を Google ポッドキャストから移行するツールがリリースされます。YouTube Music でも、Google ポッドキャストと同じように、ポッドキャストを視聴できます。そして有料登録は必要ないんです。Google は、YouTube でしか体験できない独自のサービスを提供すると発表しており、Google ポッドキャストや Spotify、Apple ポッドキャストなどのプラットフォームと異なる運用になることが予測されます。次の2つ目は、YouTube ポッドキャストの特徴、注意点になります。クリエイターが知っておくべき YouTube のポッドキャスト機能の特徴、注意点はこの通りです。動画ファイルしかアップロードできない、ポッドキャストとして、アップロードしたコンテンツは収益化の対象、YouTube Music に自動配信する機能はなし、それぞれについて解説します。最初は、動画ファイルしかアップロードできないということです。YouTube のポッドキャスト機能を使ってアップロードできるコンテンツは動画ファイルのみです。すでに音声ファイルを投稿、運用している場合は音声ファイルに静止画を合成するなどして動画ファイルに変換する必要があります。次に、ポッドキャストとしてアップロードしたコンテンツは収益化の対象になるということです。YouTube パートナープログラムに参加しているチャンネルでは、ポッドキャスト機能を使ってアップロードしたコンテンツも収益化できます。ポッドキャストは動画に比べて参入障壁が低いため、YouTube ショートに続いて新たな盛り上がりを見せる可能性もあります。現時点で YouTube Music に自動配信する機能はありません。具体的には、シンプルジャスト経由で自動アップロードをすることは可能ですが、YouTube 単体ではまだできません。YouTube スタジオから、ポッドキャストとしてアップロードしたコンテンツは、将来的に YouTube Music に自動配信される予定となっているようです。すでに欧米では、YouTube 検索結果に公式カードとして表示されたり、ポッドキャスト専用ページにピックアップされたりしていますが、日本ではまだありません。3つ目は、YouTube スタジオで、ポッドキャストを作成する方法です。YouTube におけるポッドキャストとは、再生リストのことで動画ファイルを用意する必要があります。すでに作成している再生リストを、ポッドキャスト化することも可能で、既存の再生リストを、ポッドキャストに設定し、正方形のサムネイルを用意すればすぐにできます。新しいポッドキャストを作成するには、YouTube スタジオのメニュー一覧から、コンテンツ、ポッドキャスト、新しいポッドキャスト、新しいポッドキャストを作成するを選択します。
次にポッドキャストの詳細を入力します。ポッドキャストの詳細入力画面がポップアップ表示されるので、タイトル、説明文、公開設定、サムネイルを設定します。サムネイル、ポッドキャストのカバー画像は正方形の画像が必要になります。次に、ポッドキャストに動画ファイルを追加します。ポッドキャスト動画のウィンドウが表示しますので、動画を追加、新しい動画をアップロード、または既存の動画を選択をクリックして動画ファイルをアップロードします。通常の動画と同じようにタイトル、説明、サムネイルなどを入力して次へ、そして公開をクリックします。そうすると、ポッドキャストに動画ファイルが追加されます。ポッドキャストの再生リストに動画ファイルが追加されるのを確認できます。視聴者に連続再生してもらうために複数の動画ファイルを追加しておきましょう。4つ目は YouTube ポッドキャストのパフォーマンス測定です。投稿したポッドキャストのパフォーマンスを YouTube スタジオで測定する方法を紹介します。ポッドキャストのアナリティクスを開くコンテンツ任意のポッドキャストアナリティクスアイコンをクリックします。そうすると、それぞれのデータが表示されます。動画の再生リストと同じように、ポッドキャストの視聴回数、総再生時間、インプレッション数、視聴者の属性などが確認できます。チャンネルを収益化している場合は、推定収益や上位コンテンツの項目も表示されます。5つ目は、YouTube ポッドキャストを効果的に運用するためのポイントを解説します。YouTube ポッドキャストを効果的に運用するポイントはこの4つです。チャンネルのポッドキャストごとに再生リストを作成する。再生リストのタイトルは、ポッドキャストと同じにする。コンテンツの混在を避ける。再生リストに詳しい説明を追加する。この内容で解説します。最初は、チャンネルのポッドキャストごとに再生リストを作成することです。この再生リストでは、シリーズ動画のエピソードを見てもらいたい順に並べておきます。こうすることで、視聴者は、ポッドキャストの全エピソードを一箇所で見つけることができます。次は、再生リストのタイトルは、ポッドキャストと同じにすることです。公式にもあるように、再生リストのタイトルは、ポッドキャストと同じにしましょう。再生リストのタイトルが、YouTube の攻略であれば、コンテンツ名のタイトルも YouTube の攻略にします。また、YouTube の攻略、ポッドキャストのように、ポッドキャストが番組名の一部ではなく、副題のような使われ方をしている場合は、ポッドキャストという文言は削除しましょう。逆に番組名が、ポッドキャストの攻略というタイトルシリーズの動画であれば、ポッドキャストという文言は使っても大丈夫です。こうすることで、YouTube 上で見つけてもらいやすくなります。ポッドキャスト再生リスト内では、動画クリップ、異なるポッドキャスト、他のチャンネルの動画を混在させないようにしましょう。再生リスト内のコンテンツに一貫性を持たせることが重要です。ここは皆さん大丈夫だと思いますが、念のためにお話ししました。次は、再生リストに詳しい説明を追加することです。ここに関しても、必ず再生リストには詳しい説明を入れておきましょう。概要としてはこんな感じです。ポッドキャストの概要、誰に向けた、どんな内容のコンテンツなのか、ポッドキャストの配信日時、再生リスト内で紹介した外部サイトのリンク、他のポッドキャストのリンク、別に運営しているチャンネルのリンク、ブログや SNS のリンク、ハッシュタグ、また、関連キーワード、タイトルと関連性のある文言を含めることも重要です。これらの情報を追加することで、新しいリスナーにも検索から見つけてもらいやすくなりますので、ぜひ、やってみてください。YouTube ポッドキャストを活用して、リーチを拡大していきましょう。ポッドキャストを、マーケティングツールの一つとして、活用する企業が増えていくと思います。YouTube のポッドキャスト機能は、まだ不確定要素が多いのですが、今から再生リストをリフレッシュしておくのもいいでしょう。既存の再生リストを、ポッドキャスト化しておくことで、リーチ拡大ができる可能性が高まります。というお話でした。最後までご視聴くださり、ありがとうございました。それでは今後も、YouTube 運営、
頑張っていきましょう。ではまた、次の動画でお会いしましょう。